今日はじゃがいもとサブダナを使った一度食べたらやみつきになる味のサブダナボールを作ります。作り方は混ぜて丸めて揚げるだけなのでとっても簡単。そしてインドの屋台のようなハマる味と食感なんですよね。もし以前ご紹介したサブダナキチュリのレシピでサブダナをご購入して余っている方はよかったらお試しくださいね。では早速作っていきます。分量はサブダナボール16個分です。まず乾燥した状態のサブダナを 50g 用意します。サブダナと言っていますが、サブダナは日本でも一時ブームになったタピオカのことです。乾燥サブダナは一晩水につけて戻しておきます。急に作りたくなった時は、まるでチキンラーメンのように熱湯を注いでラップをして約1時間ほど置いても同じように戻せますよ。次はじゃがいもをよく洗って、水分は拭き取らないまま丸ごとラップで包んで 600W で約8分レンジにかけます。じゃがいもの皮むきって地味に面倒ではないですか？じゃがいもを丸ごとレンジで温めると皮も剥きやすく身もパサパサにならないので、アルーパラタを作る時も最近はこのようにしていてとても便利だなと実感しています。粗熱が取れたら皮を取り除いて芽の部分はスプーンでくり抜いておきます。そして簡単なので私は大胆にそのまま手で握りつぶすようにしてマッシュポテトにしています。ポテトマッシャーをお持ちの方は使ってくださいね。そこへ水で戻したサブダナを加え、ピーナッツ 60g を細かく砕いて入れます。今回はブレンダーで細かくしています。次にみじん切りした生姜を少々と青唐辛子2本をスライスして加えます。続いてパウダースパイスで味付けです。まずはターメリックパウダー小さじ1/4、次にコリアンダーパウダー小さじ1/2、そしてガラムマサラを小さじ1/2、スパイシーなレッドチリパウダーは小さじ1加えていますが、お子さんなどには辛いと思うので、加える量はお好みの辛さに調整してください。そしてインドのスナック料理には定番のブラックソルトを小さじ1加えます。普通のお塩も加えた方がしっかり味がつくので、小さじ1/3ほどを加えます。最後にコリアンダーリーフを適量刻んで加え、レモン果汁を2回し加えたら、あとはよく混ぜるだけです。この混ぜるのにコツがありまして、しっかりと 2,3 分は混ぜます。そうすると、少しネチネチとじゃがいもやサブダナのでんぷん質を感じるようになると思います。混ぜが甘いと油で揚げた時に、ほとんど形が残らないほどに崩れてしまうんですよね。私は何度も失敗したことがあるので、皆さんは最初から失敗しないようによく混ぜてくださいね。よく混ざったら丸めていきます。大きさはたこ焼きと同じくらいの大きさに丸めます。おにぎりをしっかり握らないとご飯がばらけてしまうのと同じように、しっかりギュッギュと密度を上げて丸めるのも、揚げた時に崩れないコツです。さあ、最後に油で揚げていきましょう。油をしっかり温めたら、丸めたサブダナボールを油跳ねに気をつけて入れていきます。深さの浅い鉄のフライパンで揚げるのには理由が2つありまして、1つは多めの油を注ぐので、フライパンをよく洗って焦げを取り除いてから熱して油を大量に注ぐと、調理ついでに鉄のフライパンのお手入れにもなるので一石二鳥なんですよね。2つ目の理由は、フライパンだと面積が広いので一度にたくさん揚げられ、調理時間の時短につながります。火加減は中火をキープしています。約1分過ぎると表面にこんがりと美味しそうな焦げ目がついてきます。そうしたら裏返して、裏返す時間を含めても揚げ時間は両面約4分ほどで揚げられます。そして油から揚げます。油から揚げたらそのまま 1,2 分待ち、余熱で中まで火を通します。そうしたらやみつきサブダナボールの完成です。少し色味が寂しかったのでベランダからミントの葉を取ってきて添えてみました。付け合わせのソースはグリーンチャトニです。他にもトマトケチャップやトマトチャトニ、
ココナッツチャトニなども合いますよ。サブダナボール自体にしっかり味がついているので、そのまま何もつけずに食べるのが私は一番好きだったりします。そして、サブダナボールのスパイスと塩味をお口の中でさっぱりと中和してくれる相性が良い紫玉ねぎもカットして添えます。さあいただいてみましょう。表面が薄皮のようにざっくりとしていて、中はしっとりとスパイスの旨味たっぷり。そしてピーナッツの食感とまろやかさにサブダナのユニークな食感。たまりません。美味しくてついつい食べ過ぎちゃいそうです。今日もとっても美味しく作れました。ということで、今回はサブダナボールの作り方をシェアさせていただきました。次は何を作ろうかな？また次回の動画でお会いしましょう。フィルミレンゲ。